ずんだもんなのだ。みんな、元気なのだ。今日も、ずんだもんが世界の面白いニュースをたくさん紹介していくのだ。今回旅する国は、東ヨーロッパに位置する、ウクライナ、なのだ。実は、ウクライナって世界で一番たくさんのひまわりを育てててる国って知ってたのだ。春から夏にかけて、国のあちこちが黄金色のひまわり畑でいっぱいになるのだ。まさに、太陽の国なのだ。そんなウクライナから、今日もとっておきのニュースを全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュース。ランニングが芸術になっちゃう。とってもクリエイティブな話題なのだ。自分の足で地面に絵を描いちゃう GPS アートって知ってるのだ。最新のスマートウォッチがそのすごいアートをどうやって支えているのか、ずんだもんが詳しく解説するのだ。走りながらフラミンゴの絵を描いたり、宇宙まで飛んでいけちゃうような面白い話が盛りだくさんなのだ。これは見逃せないのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。それじゃあ、ウクライナの面白いニュース、一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は東ヨーロッパに位置する美しい国ウクライナについてご紹介するのだ。ウクライナは広大な大地を持つ東ヨーロッパの国で、南は黒海に面しているのだ。首都は歴史と芸術が息づくキーウ。ドニプロ川が市内を貫き、美しい街並みを形成しているのだよ。歴史を振り返ると、9世紀にキエフ、ルーシと呼ばれる国家が栄えた東スラブ民族のルーツともいえる場所なのだ。長い間他国の支配下にありましたが、1991年にソ連から独立し、現在は民主共和制の国として歩んでいるのだ。人口はおよそ4000万人で、暖かい人々が暮らしているのだよ。この国はヨーロッパの穀倉地帯と呼ばれるほど肥沃な大地を持ち、小麦やトウモロコシなどの農業が主要産業なのだ。重工業も盛んだし、近年では IT 産業も成長しているのだよ。文化面では、色鮮やかな民族衣装や迫力あるホパークのような民族舞踊が有名。美しい教会建築や手書きのイースターエッグ、T 参加など独自の芸術も花開いているのだ。そして現在、ウクライナは厳しい状況に直面しているのだ。2022年2月からのロシアによる軍事侵攻を受け、世界中から注目と支援が集まっているのだよ。しかし、人々は強い意志と愛国心を持って、自由と独立のために戦い、未来への復興を諦めないのだ。この国が再び輝く日を楽しみにしているのだよ。一つ目のニュースなのだ。ランニングは芸術。スマートウォッチが動きを絵にするには、という記事なのだ。ずんだもんなのだ。今回は、走ることがアートになっちゃう素敵なプロジェクトと、それを支えるスマートウォッチのお話なのだ。ランナー兼 GPS アーティストのセバスチャノフさんは、6年前に走ることで絵を描けるって発見したらしいのだ。アメリカのランナーがサンフランシスコの街を 40km も走ってフリーダ・カーロの肖像画を描いたニュースに衝撃を受けて、これだってひらめいたのだ。最初、彼は車を描いてみたらしいのだ。SNS にアップしたら大好評で、それが創作の原動力になったのだ。途中でやめるなんて選択肢はないから、走り切ることがモチベーションにつながるのだ。このプロジェクトは、クリエイティブランドビズって呼ばれて、今では仲間たちと一緒に集団で GPS アートを楽しんでいるのだ。キエフの動物園でフラミンゴの絵を描いた時は、参加者がただ歩いてるだけって思ってたら、最後に画面にフラミンゴの絵が出てきて大喜びしたらしいのだ。サプライズって最高なのだ。そんなクリエイティブな走りを支えるのが、最新のサムスンギャラクシーウォッチ8なのだ。GPS アートを描くには、距離計算と動きの正確な追跡がとっても大事なのだ。ウォッチ8は画面が大きくて見やすいから、走っている最中でも自分のデータを確認したり、電話やメッセージにさっと対応できたりするのだ。止まらなくていいから、すごく快適らしいのだ。セバスチャノフさんは、
ウォッチ8の形を GPS で描くことにも挑戦したのだ。すごいのだ。ウォッチ8はランニング用のパーソナルトレーナーモードもあって、まるでデジタルコーチなのだ。距離やペースを計画してくれたり、速度の調整までアドバイスしてくれるのだ。一人で走る人には特に役立つ機能なのだ。他にもヨガやストレッチ、呼吸法なんかを提案してくれたり、座りっぱなしだと動きましょうって優しく教えてくれたりするのだ。目標達成すると、君は最高って褒めてくれるから、やる気がどんどん湧いてくるのだ。デザインも優れていて、11% も薄くなったボディとフィット感抜群のストラップで、激しく動いても気にならないのだ。まるでミニコンピューターみたいで、想像以上の機能が詰まっているらしいのだ。ウォッチ8はトレーニング以外でも大活躍なのだ。睡眠モニタリング機能は、特に空襲警報が頻繁にあるウクライナの状況で、質の良い睡眠を確保するために大切なのだ。市場で初めて睡眠中の血管の状態まで分析してくれるのだ。Google ジェミニとサムスンヘルスと連携して、睡眠を分析して日中のアドバイスもくれるのだ。睡眠の質をパーセンテージで評価してくれるから、ゲームみたいで面白いのだ。ストレスを感じると、ウォッチ8がそれを察知して呼吸法を提案してくれる機能もあるのだ。吸って、止めて、吐いて、でシンプルなリズムで心を落ち着かせてくれるのだ。他にも、体の総合的な状態を示す、生命エネルギー指数もリアルタイムで表示してくれるのだ。セバスチャノフさんは、トレーニングをたくさんしても2日に1回充電するだけで十分って言ってたのだ。以前のモデルと比べると、テクノロジーが飛躍的に進化しているって実感してるらしいのだ。ギャラクシーウォッチ8は、まさにランニングアートと日常の健康をサポートする、頼れる相棒なのだ。2つ目のニュースなのだ。キャッシュバックと振込手数料無料。スマホ銀行で賢く節約する方法という記事なのだ。みんな、聞いてなのだ。現代ではモバイルバンキングがすっごく重要になってるのだ。お金の管理が便利になるだけじゃなくて、実は賢く節約もできちゃうんだよ。例えば、ウクライナのマイライフっていうアプリがあるのだ。これを使うと、いろいろな方法で節約できるんだって。一つ目は、手数料が無料なのだ。カード間の送金や公共料金の支払いがタダでできるから、余計な出費を減らせるのだ。ウクライナ国内の ATM なら、どこの銀行でも手数料なしで現金を引き出せるんだよ。二つ目は、キャッシュバックなのだ。マイライフでは、毎月選べる2つのカテゴリーで、最大 20% もキャッシュバックがあるんだって。それに、国民キャッシュバック。プログラムでは、ウクライナ製品を買うと 10% も戻ってくるんだよ。3つ目は、デポジット、つまり預金なのだ。マイライフなら、ウクライナの通貨だけでなく、ドルやユーロでもお得な金利で預金できるから、インフレからお金を守れるのだ。4つ目は、通貨両替なのだ。マイライフアプリを使えば、手数料なしでお得なレートで通貨を両替できるんだよ。特に有利なレートになる日もあるのだ。5つ目は、バーチャルカードなのだ。お店に行かなくても、アプリで簡単にカードが作れるから、時間を節約できるのだ。クレジットカードもオンラインで申し込めて、最長100日間の無利息期間があるんだって。とっても便利でしょ。マイライフは、200万人以上のウクライナ人が使ってる、信頼されているアプリなのだ。使いやすくて、セキュリティもバッチリ、いつも新しい機能が追加されて、どんどん便利になってるんだよ。お金の管理について、専門家からも4つのアドバイスがあるのだ。まず1つ目、自分の収入と支出をよく分析して、計画を立てるのだ。2つ目、少額からでいいから、貯金を始めるのだ。例えば、お給料の 10% を銀行口座に入れると、利息もついて増えていくんだよ。3つ目、予備資金を貯めておくことなのだ。これは急な出費に備えるためで、自動的に貯めていくのがおすすめなのだ。4つ目、クレジット商品を恐れないことなのだ。賢く使えば、すぐに必要なものを手に入れられて、
時間を無駄にしないんだって。みんなもモバイルバンキングを上手に活用して賢くお金を管理するのだ。3つ目のニュースなのだ。自家用車がなくても快適に街を移動する方法という記事なのだ。ねえねえ、みんな聞いてほしいのだ。昔は自分の車を持つのが当たり前で成功のシンボルだったのだ。でも今の時代は変わってきたのだ。都市には車があふれていて渋滞や駐車、修理や維持費で大変なのだ。だから車を持つことよりも必要な時に使えることに価値が見出されるようになったのだ。これでみんなの移動もぐっと快適になるのだ。特に注目されているのがカーシェアリングとライドヘイリングなのだ。カーシェアリングは自分で車を借りて運転するサービスなのだ。高いんじゃないのって思うかもしれないけど、それは昔の考えなのだ。自分の車の保険や修理、ガソリン代や駐車代を全部合わせるとカーシェアリングの方がずっとお財布に優しい場合が多いのだ。だってそれらの費用は全部貸し手側が負担してくれるのだもん。危なくないの？責任が大きそうって心配する人もいるかもしれないけど、大きな損傷は保険でカバーされることがほとんどなのだ。修理の手配も会社がしてくれるから手間がかからないのだ。自分の車と同じリスクがあっても管理はしなくていいのだもん。使い方が難しそうって声も聞くけど、スマホアプリでサクッと借りられるのだ。鍵も車の中にあるから数分で出発できちゃうのだ。用事が済んだらサービスエリア内に返却するだけ。とっても簡単便利になったのだ。ライドヘイリングはスマホアプリで運転手付きの車を呼ぶサービスなのだ。これが一番のポイントは快適さと安全性なのだ。運転手さんも車も事前にチェックされているし、アプリで目的地を指定すれば運転手さんが安全に目的地まで連れて行ってくれるのだ。地理に詳しくなくても GPS で迎えに来てくれるから安心なのだ。カーシェアリングがまだない都市でもライドヘイリングは世界中で使えることが多いのだもん。それから公共交通機関や電動スクーターなんかの共同交通もとってもエコでリーズナブルな選択肢なのだ。都市が大きくなるほどこれらの選択肢もたくさんあってどこへ行くにも便利になるのだ。通勤ラッシュはちょっと混むかもしれないけど移動費を抑えたい時には最強なのだもん。まとめると今はたくさんの快適な移動手段があるのだ。自分の車を持つことが必ずしも一番良い選択肢じゃない時代になったのだ。カーシェアリングやライドヘイリング、電動スクーターなどを上手に使って賢く快適に移動するのだ。持たなくても使えるが今の主流なのだもん。4つ目のニュースなのだ。プーチン側近、ウクライナ戦争停止と交渉開始を説得、ニューヨークティーという記事なのだ。プーチン大統領の身近な側近であるドミトリー・コザーク氏がウクライナでの戦争を止めて平和のための話し合いを始めるようにプーチン大統領に提案していたらしいのだ。これはニューヨーク・タイムズ紙がクレムリンに近い情報筋の話として報じているニュースなのだ。コザーク氏は最近ウクライナでの軍事行動をやめては平交渉をするだけでなくロシアの強い治安機関を政府の監督下に置いたり独立した裁判所を作ったりするような国内改革も提案したらしいのだ。でもプーチン大統領はコザーク氏がウクライナへの侵攻は間違いだったとはっきり言ったことにがっかりしてしまって今ではコザーク氏の持っていた権限の多くは別の副長官であるセルゲイ・キリエンコ氏に移ってしまったのだ。コザーク氏はプーチン大統領の周りにいる高官の中で唯一戦争に反対していることをオープンに話している人らしいのだ。とはいえ公の場では批判していないのだ。彼の意見がプーチン大統領に影響を与えることは多分難しいって言われているのだ。なぜならプーチン大統領の周りには彼と同じような厳しい意見を持つ人たちが多いからなのだ。でもこれはモスクワのエリート層の一部がプーチン大統領が戦争で妥協しないことや
治安機関の力がどんどん制御不能になっていることに不満を持っている証拠でもあるのだ。コザーク氏は影響力は減ったけど、プーチン大統領へのアクセスはまだ少し残しているらしいのだ。プーチン大統領が彼を近くに置いているのは、長年仕えてきた補佐官への忠実さを示しているって見方もできるのだ。さらに、プーチン大統領は、コザーク氏を西側諸国との非公式な連絡役としても使っているみたいで、コザーク氏は2022年以降、西側の関係者と何度か会っていて、侵攻に反対していることをはっきり伝えているのだ。議論の材料をください、とよく言っているそうで、これはプーチン大統領の考えを変えるためのアイデアを求めているってことらしいのだ。そういえば、2022年にはロイター通信が、コザーク氏がウクライナの NATO 加盟断念について仮の合意を得たとプーチン大統領を説得したのに、プーチン大統領がそれを拒否して全面的な侵攻を始めたって報じていたのだ。今回も似たようなことが起こっているのかもしれないのだ。これはプーチン大統領の身近な場所でも戦争に対する意見の食い違いがあることを示している、とても興味深いニュースなのだ。5つ目のニュースなのだ。ロシア軍がドニプロペトロウシチナ州を砲撃、2人負傷という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。8月11日の夜、ロシア軍がウクライナのドニプロペトロウシク州を攻撃したのだ。このひどい攻撃で残念ながら2人もの人が怪我をしてしまったのだ。州軍事業政長官のセルヒー・リサクさんがテレグラムで詳しく教えてくれたのだ。ロシアの侵略者は無人航空機や砲兵を使ってニコポリ地区を狙い続けたのだ。ライツェントルやミール、ジェルボのフリホリウカ、マルハネツカ、ポクロフスカといった場所が敵の攻撃を受けたのだ。この攻撃で52歳の男性が怪我をして、今は外来で治療を受けているのだ、と話していたのだ。ニコポリ地区では10軒以上もの私有家屋が傷つけられて、そのうち2軒は炎上してしまったのだ。他にも4つの農家建物と車も壊れてしまったらしいのだ。それからシネリニコベ地区にあるベリコミハイリウカという地域はロシア軍が誘導爆弾、いわゆる KAB カーブで攻撃したのだ。またメジャバという地域には無人航空機が使われたのだ。リサクさんの話によると、この攻撃の結果、31歳の男性も怪我をして病院に運ばれたのだ。さらに2つのお店と1つの学校も壊されてしまったのだ。ドニプロペトロウシク州はたくさんの無実の住民が暮らす場所なのに、こんな被害が出てしまうなんて本当に心が痛いのだ。みんなが無事でありますようにとずんだもんは心から願っているのだ。みんな今日はウクライナについてたくさん知ることができたのだ。厳しい状況の中でも人々は GPS アートで想像力を発揮したり、スマホ銀行で賢く生活を工夫したり、力強く日常を生きているのだ。プーチン大統領の側近の動きや攻撃のニュースは心を痛めるけど、ウクライナの人々は決して諦めないのだ。ずんだもんもウクライナが一日も早く平和を取り戻し、再び輝く未来が来ることを心から願っているのだ。みんなで応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。